こんにちは、鷹の目工作室です。今回は前回に引き続き機関車の再組み立てです。サイドロッドをはめたところで動輪がスムーズに動きませんでした。これは動輪の軸間距離とサイドロッドの穴間隔がずれている症状だと考えられます。サイドロッドを作り直さずにこれを解決する方法としては変身ブッシュを使うことが考えられます。まずはその変身ブッシュの作成から始めていきます。変身ブッシュは最終的にブッシュとして残る部分と調節後は切り捨てられるハンドル部分を一体で作っていきます。ハンドル部分から加工を始めていきます。はじめに開けているのはクランクピンを避けるための穴です。穴の深さはブッシュ部分の手前までとします。ブッシュ部分の外形を削っています。溝入れバイトを使って作業しているのは
表面の仕上がりが滑らかにできるためです。ブッシュの内径加工を始める前に、変身の方向を示す毛書き線を入れておきます。本来ならばマス型か V ブロックを使う作業ですが、物が小さすぎて V 溝に埋もれてしまうので、やむなく小型のバイスで代用をしました。罫線がおおむね垂直になるようにコレットチャックブロックにセットしてします。ハンドル部分に調整をやりやすくするための穴を開けます。変身加工を行うために三つ詰めチャックから四つ詰めチャックに交換します。ピンゲージを加えて最初は通常の芯出しを行います。芯が出たところで改めて変身させます。チャックの一番爪、コレットのサイズのマーク、そしてワーク上の毛書き線を合わせてセットしていきます。
クランクピンの外形に合わせてリーマーで仕上げます。出来上がりはこのようになります。手動輪のベアリングを開けて動輪を動かすと、きつくなったところで乗り上げてくるのがわかります。見えるでしょうか。ここに以前の調整の時につけた一番薄いところのマークがあります。一応これを基準に、調整用の、ブッシュにはめ替えて、調整をしてみたいと思います。ご覧のようにブッシュの向けを変えては動輪が滑らかに動くかを確かめることを繰り返していきます。両側交互に調整をして最良になる点が決まったらサイドロッドにその方向をマークします。ハンドル部分を切り落として改めてサイドロッドに組み込みます。変身ブッシュの方向とサイドロッドのマークを合わせるのに以前使用したジグを再利用します。マークが揃ったところで留めネジを締めて固定をします。
映像の方はテーブルの上での動きを確認しているところです。映像はありませんが、もう少し長い距離でもテストしました。時折ではありますが、どうしても引っかかる現象が残っています。ベアリングに違う極圧グリスなども試してみましたが効果なし。単純に軸間距離の違いだけではなさそうです。結論から言うと邪道なんですが、症状の重い方のブッシュの内径を 0.5 ミリ大きいものと交換してしまいました。作業を本来の再組み立て作業に戻します。ガイド翼を戻していきます。メインロッドにクロスヘッドを取り付けるのに手こずっています。ガイドヨークを固定する前にメインロッドを上に流して作業すると簡単にできるということが後になって分かりました。シリンダーはメインフレームに組み付ける前にいくつか準備作業が必要です。今切り取っているのは保護シールです。本来傷や汚れから表面を保護するためのものですが、スライドバルブの擦れる面だけを切り抜き、バルブチェストと接する面はシーリング機能を期待して残してあります。むき出しとなったシリンダーの表面を保護するためオイルを塗っておきます。続いてピストンロッドの通路にオーリングをはめていきます。
ピストンロッドブッシングが思いのほか固くはまり込んでいてなかなか抜けません。いろいろとやってるうちに傷がついてしまいました。シリンダー準備の次はピストンリングの装着です。ピストンリングには平岡さんの本で書かれているグラファイトヤーンに変えてシリコンオーリングを使っています。シリンダー内部の潤滑にはシリンダーオイルを使うべきですが、ここでは通常のマシンオイルを使っています。シリンダーの準備としては、ここで後部シリンダーヘッドカバーの装着が必要でしたが、しっかり失念しておりました。動画の方はシリンダーをメインフレームに組み付けています。シリンダーにはメインフレームとのネジ止めをするための4つの穴と T 字継ぎ手とのネジ止めをするための2つの穴、その他に蒸気の通路が2つあります。メインフレームとの穴位置は何度もネジ止めの実績があり、もちろん問題ありません。ところが T 字継ぎ手とは全く噛み合いません。原因はシリンダーのこの図面というか、早合点した私のミスです。青い丸をつけたのがメインフレーム側のネジ穴、赤い丸をつけたのが T 字継ぎ手側の穴です。一見するとお互いがシンメトリーになっているように見えます。そこが落とし穴でした。赤く示した中心線を左の図にたどって計算すると、確かに T 字継ぎ手は上方に 1mm のオフセットがあります。ここからはもうパニックで撮影どころではありません。そこで取った対応がこれ。シリンダーを 1mm ほど持ち上げてしまいました。冷静に考えれば、シリンダーの T 字継ぎ手側の関連の穴を 1mm ずらすことが最良ですが、興奮状態の頭ではネジ穴をずらすことは不可能に思えました。傷ついたのはメインフレームだけではなく、問題そのものの傷口を広げる形になりました。でももう取り戻しできません。はじめに表面化したのはクロスヘッドガイドが組み付かないということです。シリンダーの位置が勝手に変わってしまったので当然ですね。泥縄式に 1mm 圧のシムを作ってガイドヨークを持ち上げました。やっとのことでここまで戻ってきました。今回の間違った変更でどのような落とし穴が待ち受けているかとても不安です。次回は17章の残りエキセントリックロッドを作る予定です。ご視聴ありがとうございました。